はい、ドスンとハズブロマーベルレジェンドゲーマーバースよりキングピンとブラックキャットの紹介。ゲーム的に言えばキングピンはスパイダーマン1で登場し、ブラックキャットは1ではダウンロードコンテンツ、2ではサブミッションで結構関わりましたね。ではブラックキャットから開けていこうか。よいしょ、出てこい出てこい。よいしょ、フェリシア・ハディット。おほほ、かわいいな、おい、かわいいっすね。スメルスグッド。よし、次にキングピン行きましょうか。いや、これめちゃくちゃ楽しみにしてましたね。出てこい、ウィルソン・フィスクト。おー、でかいっすね。よいしょ、かっこいいな、これでけえ。おー、よし、ではね、中身の方すべて取り出していく。まずはブラックキャットことフェリシア・ハーディから見ていこう。能力は高い身体能力とコンバットセンス、アクロバット術と空手を用いて戦う。そして後天的な特殊能力として俗に不運を呼ぶ力を得る。これは彼女に危害を加えるもの、もしくは近くにいる相手に不運が訪れるというもの。彼女の周辺にいるだけで突発的な事故に遭ってしまうんですね。ふくらはぎや前腕部にあるフリンジを見ると、スパイダーマン2のブラックキャットですね。1ではこのフリフリなかったような気がしますね。頭部を見てみましょう。いや、なかなかよくできていますね。マスクとゴーグルを兼ねたようなモダンなデザイン。レンズはクリアで目がしっかりと見えるんですが、デジタルプリントの精度が相変わらず高いですね。表情もブラックキャットらしいにやりでめちゃくちゃ可愛いです。惜しむべくはね、表情これだけなんですよね。食いしばり顔とか欲しかったかな。可動範囲、まずは頭部、髪の毛の結び目でこのように動き、取り外すこともできるんですね。外すと髪型がベリーショートになりまして、可愛さがさらに増したような気がします。後ろへはこうで、うつむきこうで、ぐるりと一周回ってぐりぐり傾き取れますね。肩にバタフライキックはなくて、横へはこうで、ぐるりと一周回って二の腕バイセップスがあって、肘がピンレスの二重でここまで曲がって、手首はこのような可動ですね。胴体の方、接続箇所は胸とお腹ですね。胸の方はこれボールジョイントかな。それを踏まえて後ろへはこうで、前はこうで、胸の部分でこのように動いて、お腹は縦軸のみですね。股関節引き出し拮抗はないかな。前はここまでいけて、後ろへはここまでというかぐるりと一周いけますね。股割りここまでできて、ももにロールがあって、膝がピンレスの二重でここまでで、このブーツでの可動はありませんね。足首後ろはこうで、前はこうで、つま先可動はなくて傾き取れますね。付属品の方はこんな感じの表情がついた開き手が左右分、それぞれ造形が異なります。爪は鋭利な造形で白く塗装、かっこいいんですけど、これちょっと塗装ハゲ注意ですね。こちらはドクターストレンジでおなじみのアイテム、ワトゥームの杖。中央部が黄色のクリアですね。もともとついている右手がこれを持つための持ち手となっています。大きさの方なんですけども、自分ゲーマーバースのスパイダーマン持っていないんで、マーキシマムのスパイディと並べるとこんな感じ。違和感はありませんね。では次にキングピン、ウィルソン・フィックス見ていこう。いや、来ましたね。これめっちゃかっこいい。情け無用、天下無双、説明不要、合力将来スーパーヴィラン。ヒーローどもにぶちかませ、今日もうなるぜ、ダブルスレッジハンマー。皆さんお待ちかね。暗黒街の帝王、地上最強の愛妻家、パワーイズパワー、犯罪王、ウィルソン・グラント・フィックスの紹介です。いやね、これもう一回言う。めっちゃかっこいい。やばいな、これ。今年のナンバーワンマベレージかもしれん。
で、ゲーム版のキングピンとありますけど、正直ね、ゲームのデザインとしてはあんまり似ていません。ですけど、そんなことどうでもよくて、マジでどうでもよくて、心臓系のキングピンというだけで飛びついて買いましたね。ここで、レトロパッケージのキングピンと並べてみよう。レトロの方はもともとビルドフィギュアだけあってかなり大型だったんですけど、今回のキングピン、それに比べて一回りほどボリュームアップしているように見える。かつ、手足も長めで、スタイルが良くなっていますね。ここは好みが分かれるところかもしれませんね。個人的には、スタイルは、レトロの方のずんぐりした方が好きですよね。でもね、これ、もう一回言うんですけど、このキングピンめっちゃかっこいいんですよね。まあでもこうやって新しいキングピン入手したとしても、レトロの方には何の不満もありませんね。これはこれで、これからもガシガシ遊ぶ。頭部を見てみよう。レトロに何の不満もないとは言いつつ、やはりこの心臓系の頭部を見るとこっちに惹かれますね。相変わらず素晴らしい出来。で、さっきも言ったんですけど、ゲームのキングピンとしてはあまり似ていませんね。ゲームだと CG ね、もうちょっとほっそりとしたリアル寄りなんですけど、この頭部ね、どちらかといえばコミック版に近い感じで、そういった意味でもね、断然この方が好きですね。こちらはにやりと笑みを浮かべた頭部。これもいいですね。アクションさせてもなかなかポーズが決まる頭部となっている。いや、かっこいい。でももう一つ頭部、叫び顔が欲しかったですね。またまたレトロの方を引っ張り出してきまして、そんな頭部、レトロとのすげ替えが可能となっていまして、こうやって見るとこっちね、映画のスパイダーバースのキングピンに見えますね。首が胴体に埋まっている感じ。で、こっちはね、これはこれで悪くない。ジャケットの方は、これは心臓系ですね。何かの流用ではないと思う。一見肥満体に見えるんですけど、すべて筋肉というスーツがはちきれんばかりのバルクを再現。腕とか足、この辺は何かの流用かな。その辺ちょっとわかりませんね。スーツの色。これは個人的には白の方が好きなんですけど、ゲーム版がね、黒いスーツだったということなんで、そのジャケットなんですけど、ちょっとマットな感じで、これもしかしたら成型色ではなく塗装かもしれませんね。というのも、この部分、見えますかね？ちょっと剥げているように見えるんですね。だとすると遊ぶときとか保管するとき、少し気を使う必要がありますね。可動範囲いきましょう。まずは頭部、上はこうで、うつむきこうで、こんな感じで可動しますね。ぐるりと一周はできますね。このようにぐりぐり傾き取れる。肩バタフライ機構はありませんね。横へはここまでいけて、ぐるりと一周回って、腕の付け根で回って、肘がここまでいけて、肘自体でこのように動きます。手首はこのような可動ですね。で、胴体の方、接続箇所は腰のみですね。後ろへはここまでいけて、前はここまでいけるかな。で、ぐるりと一周回れて、このように傾きも取れる。股関節に引き出し機構はなし。前はここまでかな。後ろへはここまでで、あんま動きませんね、やっぱり。股割りはここまでできて、ももにロールがあって、膝がここまでいけて、膝自体でこんな感じで動きます。足首、後ろへはこうまでで、前はこうで、傾きは取れるんですけど、ほぼ接地性はないかな。つま先可動はありません。頭部以外の付属品としまして、キングピンおなじみの時には武器になるスティック。キングピンに武器は必要ないと思いますが、あらゆる事態を想定、適応するために備えている。力だけでは戦わないのがキングピン。卑怯な手もガンガン使う。で、
交換用手首パーツ、右がスティックの持ち手になっていまして、左がこのような開き手になっていまして、こっちはねこんな風にスティックを持たせることができまして、保持力もバッチリです。ではサイズ比較としてこちらもマキシマムのスパイダーマンと並べてみるとこんな感じ。いい体格差ですね。そしてこちらがハイドロマンとの2パックのデアデビル、こちらがブッシュワーカーとの2パックのパニッシャー、それらと並べるとこんな感じ。こっちもいいですね。レビュー終えたらガシガシ遊ぶぜ。そして最後に同じくゲーマーバースということでベノムと並べるとこんな感じになります。ゲームではキングピンが1で登場してベノムは2で登場したので2人の絡みはなかったんですけど、ぜひ見たいですね。そしてですね自分ちょっと気まぐれロマンティックにベノムの頭部をキングピンのボディにつけてみたら、これがねすんなり入りまして、で調子に乗って手の方もねつけてみたらしっかりと装着することができました。キングピンがシンビオートを装着する話ね、それはまたいつかどこかで。はい、では終わります。今回も本当にありがとう。バイビー。